僕はこういうふうに、怪談というか、奇妙な話をいろんなところに聞きに行っている以外にも、テレビの裏方もやらせてもらっていて、で、その中で、こういうことばっかりやってるからか、もうなんて言うんでしょうね。心霊系の番組の裏方の依頼しか来なくなったんですよ。もう最初はなんかバラエティとかクイズとかいろいろやらせてもらってましたけど、今はもう一本に近い。そっち系のやっぱスペシャリストみたいな感じに業界内でなってるもんね。ですね。はい。で、そういう番組を僕は担当していって、で、裏方で、いろいろなんか企画書を出したりとかいろいろやってたんですよ。そしたらある時に、担当さんがギャラとかどうしたらいいですかって言われて、で、僕、直接的に入ってるわけじゃなくて、間接的に人を紹介したりとか、ここ場所すごいですよって紹介とかしたんで、なんかリサーチに近かったんですよ。作家というよりは。だから、今回はお金いりませんよって、もうあんま何もしてないですし、って言って、いや、面白い番組やったらいいですねって言ったら、そんなこと言ってもらうんだったら、こっちも情報を一つあなたに。って言うんですよ。何ですかそれって言ったら、実はいろいろ現場まで行って、直接話も聞いたんだけれども、聞きゃ聞くほど、これってテレビじゃ扱えないよねってなったネタがあるから、もしよかったら、林さんどうですか取材し直してみたらって言って、電話番号も、あとその人が送ってきたメールの、プリントしたもの、紙もペラ1ぐらいで送ってもらったんですよね。で、それを読んでみると、確かにこれはテレビでできないかもなっていう話だったんですよ。その話をちょっと今回。大丈夫なんですか？それも大丈夫。ちゃんと本人にも連絡取って、直接会って、現地もぐるぐる回って、どこで話してもいいですよっていうふうに。ちょっとすごそうな話ですけども。なったんですけども、その男の人がコロナ禍なんですけれども、あるビルで働いていて、ビルって言ってもその大きいビルじゃないんですけど、で、そこで働いてる時に、その人が管理職やったんですよね。で、昼間っていうのが普通にそこで働いてる人たくさんいるんだけれども、自分っていうのが子供ができたばっかりだから、夜中に行って資料がちゃんと合ってるかどうかって確認だけを一人でやる。ことやってたんですよ。で、やってる時に、その人がタバコ吸いたいから、夜中にタバコ吸おうと思って、喫煙所を探すんですけど、1階の喫煙のエリアか、それか屋上しかなかったんですよね。なんで、じゃあ屋上行こうかしらと思って屋上行くんですよ。夜中に屋上行って、ふーっと吹かしながら、行ったんですけど、ビルの真ん前が大通りになっていて、大通りになってるから、なんかフェンスみたいなところにふっと腕ついて、タバコスーッと吸ってたんですよ。吸ってたら、横からなんか声聞こえるんですよね。女性の声、みたいな。なんやろ気持ち悪いな、遅い時間やのに、しかもビルの屋上やでってふっと見たら、真横のビルのところに女性がいたんですよ。女性がこっちを見てるんですよね。で、もう見るからに、なんかその人笑っちゃったらしいんですけど、幽霊やって言ってたんですよ。白い服着てて、髪長くってみたいな。ザみたいな。そうです。こんなんおるんみたいな。おもろーと思って。だから他の人のなんか体験談とかで、いわゆる幽霊って聞いてたけど、その人も怪談とか好きなんで、笑ったらあかんな。ほんま出るんやな、これ。と思ったんですけど、一つ違うとこがあるんですよ。なんか、白いバスタオルみたいなものをぐるぐるにしたものを抱いてるんですよ。こう。で、って言ってる。何言ってんやろうと思って怖がりながら近づいていくと、見てって言うんですよ。気色悪と思って、近づいていったら、そのビルとビルの間に、その白いくるんだものをスッと手離して落とすんですよ。で、見たって言ってくる。そこでなんかわかんない。その人の目とか顔つきがすごい怖くなって、走って逃げ出しちゃったんですよね。で、それから、また何日か経った後に出勤しないかん日になって出勤するんですよ。で、出勤して夜中にまた働いてたらタバコ吸い行きたいなってなって、でも、また行っておったらどないしようかなと。で、今回おらんやろうと思って行ってみたらまたおるんですよね。うわ、気色悪い。また見てって言って、ふっと話す。見たっていう。もうそれがもうトラウマになっちゃって、2回も3回も見ちゃったもんだから、気色悪くって、もうそこも行きたくないなと思うんですよね。だから、お願いして、家で仕事できるようなものに変えてくれないかって言ったんですよ。ほなあっちも、わかりました。それはもうちょっと怖いですね。ということで自分は移るんですよね。ただその時になんかその職場の人も何か言葉を濁してるんですよ。なんか隠してるんですよね。気色悪いなと思いながらも自分は家で仕事するようになる。そういうことによってその子供と、いろいろ、遊んだりとかお話したりする時間が増えたから自分としては嬉しいみたいな話になって。そしたら子供が自分の部屋である日すぐ笑ってるんですよ。キャッキャキャッキャ。なんかおもろいことでもあったんかなと思ったら、その子供がふと出てきて、パパパパーって人形持ってるんですよ。で、人形持ってて、スッと落とすんですよ。見てって言うんですよね。で、ボトンと落ちる。見たって言って、
屋上で見た女の人と同じことやってるんですよ。え、気持ち悪い、何これと思う。これさすがにおかしいぞと思ってたら、その周りでその男の子の友人とか先輩とかで高いところから落ちちゃって足を怪我するみたいな事故が多発するんですよ。それで初めてもしかしたらあれって良くないものを見ちゃったのかもって思うんですよね。で、また出勤した時にこれちゃんと見ななと思って、夜中にまた行って、でタバコ吸う時に次上じゃなくて下から見てやろうかなと思うんですよ。はあ。真横のとこじゃなくて、目線じゃなくて、何かを落としたその下に潜り込んだろうと思って下ぐーっと行って、1階にタバコ喫煙所があるんで、そこを抜けていってぐるっと回って、ビルとビルの間、暗いところに入るんですよ。でふっと上見たら白いもの持ってる女性が立つ、で見て見てって上から下見てくるんですよね。ゾッとして怖くなって、完全にもう自分の方に気づいてもこっち狙い撃ちみたいな感じですよね。でふっと離す。で物が落ちるんですよ。その時に白いそのバスタオルでぐるぐる巻いたやつを下でキャッチしたろうと思うんですよ。なんかそこが大阪の人やなと思うんですけど、僕としてはもう怖くてそんなことできないんだけれども、なんかキャッチしたろうと思ったんですよって言って、ふーっと落ちてくる。キャッチしようと思ってグッとキャッチできたかなと思ったらふっとすり抜けるんですって、すり抜けて下にボトンっていう結構気持ちの悪い音がして、ってしてみたらそのバスタオルが真っ赤に染まってて、はだけたところからあいつ毎日自分が産んだ上から落としとったんかいと思ったんですよ。ほんならまた背中のところでドスンと音聞こえて、って後ろ見たらさっき見て見てって言ってた女性が落ちてて、こっち見ながら見た見た見たって言ってくる。もうとんでもなく怖くって、それがもうじゃあきちっとお祓いしましょうお祓いしましょうということでお祓いするんですよ。そしたらばその周りで事故することもなくなったし、子供が見て見たとかっていう確認を取るようなこともなくなった。人形を上から落としてみたこともなくなったんですよ。あ、よかった、これで全部もうクリアやなと思ったんですけど、でもなんかかわいそうになって、そうですね。何が原因でそのビルの屋上からと思って会社に行って、なんか口ごもってたけどもあれって何なのって話を聞くんですよね。聞いたらば、いや実は丸月丸日にある女性が浮気をしている、自分の、旦那さんと不倫浮気をしているある女性がいて、その間に子供ができたらしいと、ある時に。でその子供がどうしても憎かったのか、その、本妻の人がその不倫相手の子供をさらってたらしいって言って、そういう事件があったんだよって、お前は子供を産んだばっかりやから、産んでばっかりというか、子供がおるからそういうのって伝えない方がいいかな、嫌かなと思ってって言われたんですよ。でそれを聞いて自分はきちんとこれはマイランドなと思って、ふっと下に潜っていって花を手向けたっていう話なんですけど、ちゃんと調べたらそのビルの屋上からふっとっていうのって自分が一番最初に目撃したあの日なんですよ。だから2度目3度目とかっていうのは幽霊かもしんないけど、もしかしたら一番最初って本当にその不倫相手の子供をあの女性本人だったんじゃないかなって思うんですよね。わかんないですよ、その時間帯とかは調べててない。ただその日付とか全部一緒なんですって。だからもしかしたらこれって思ってすごくきつくなって、花も手向けるし、その後ですけどお墓が出来上がったらお墓にもお墓参りしに行ったっていう話だったんですよね。でその場所に行きたいなと思って、僕はその男性と会って大阪で、ただやっぱり自分としてはトラウマになってるからあそこに行きたくないって言うんですよ。花は手向けたけれどもその後行けなくなってて怖くって、いまだに家で仕事してるんですって言って、でいやどうしても行きたいんやったら連れて行きますけどって言われて、どうしてもじゃないけど、もしあれだったら連れて行ってくださいよって言ったら、分かります、じゃあ行きましょうかって言うんですけど、近くなんでって言うんですけど2時間ぐらいぐるぐる回るんですよ。やっぱ行けなくって怖いって言うんですよね。行けないからトラウマでって言ってぐるぐる回ってて、じゃあ自分もそれ付き合いますよって言って、その自分の何でもない話をわーっとして、そしたら2時間経ったぐらいでやっとなんか自分の中で行けるっていう気になったんで行きましょうかって言って行って、そのビルの間行ったらやっぱり
花がいくつか手向けられていて、でその上からかと思ってぐっと上見て、上見たらやっぱりそのちょっとフェンスが見えるか見えないかぐらいなんですよね、高さ的に。でここから落としたんやと思ったら、その男の人はやっぱ上見られないからずっと下を向いてて、なんかそういう話を、彼もですけど体験してしまって聞いて、でショック受けてトラウマになってて、でこの話っていうのをその林さんに話して、どうなるかとかはっきり自分じゃ分からんけど、自分の中では話したからちょっと心が穏やかになれたし、なんか自分の中から抜けた感じがするんで、今日遠いとこから来てくださって、でぐるぐる2時間回っていてありがとうございましたって言って終わったんですよ、その話自体は。これで終わったなと思って、言うてこの話結構きついなと思いながら、やっぱりテレビじゃこんなん放送できないのに、事故も紹介しなきゃいけなくなっちゃうから、これはあかんよなと思いながら、大阪のあるイベントがあって、そのイベントで初めて話したんですよ。そしたらそのイベントの終わりで1時間ないぐらい経ってその、会場から出たんですよ。そしたら女性が何人か立ってられて、で出待ちかなんかやったんですよね。で「林さん」って言われて「出待ちや」と思って「はい、すいません、今日ありがとうございます」って言って「そういうんじゃなくて今日話してた話なんですけど、あれってどこどこで起きた丸月丸日の話ですよね」って言われたら、それぴったし合ってたんですよ。日付はちょっと違ってましたけど、もしかしたら私そこの近く住んでる人間かもしれないんですけど、それニュースなってますよねって言われたんですよ。でいろいろ調べてみたら、実際その人が言ってたものと照らし合わせてみると、その女性が言っていたのは本当に我が子と一緒にあるビルからっていう話だったんですよ。子供も抱いたままっていうかっていう話だったんですよ。だからちょっと違ったんですよ、話が。しかも屋上じゃなくって、調べるとそれはあるビルの何階からって自宅から言われてたんですよ。だから違ってたんですよね。でもこんな似たような事故って多発するもんなのと思って、その地区スペースとかって入れたらありえないぐらい出てくるんですよ。もう他のとこの地区入れても出てこないぐらい、もうありえないぐらい出てくるんですよね。だからその同じ建物ビルではないけども、その地区っていうことなんですね。地区でもたくさんあって、でなんですよ、なんせ他ではなく。で言ったら東京でいうと歌舞伎町とかが悩んでっていう話が多いんですけど、大阪だとそこなのかなと思って調べてみると、そこに別に色町でもないし何でもないオフィス街なんですよ。なんですけど、何かが原因でもしかしたらそういう事故が多発してるかもしれないけど、僕はちょっとわからないよっていう、そういうお話です。だから調べるとかなり出てきます。結果ね、その出待ちというか外にねいてくださったファンの方が言ったっていうのは別の話だったってことですもんね。別の話だと思いますね。ただ、日付ちょっと違うんですけど、月は一緒で場所もほぼ近いところで、その子供の周りでじゃないですけど、高いところからなぜか足を折っちゃうような子供がいっぱいいたっていう話もあるし、何かが引き起こしてるのかなって思っちゃうし、偶然かもしれないし、何にせよ調べるとかなり驚くほど出てくるんですよ。あと本当にね、幽霊だと思ってた初日ですよね、そちらが実は幽霊じゃなかったと思うと、じゃああの時自分が何かしたら止められたんじゃないかってね、そういうふうに悔やんじゃいますよね。それも話されてて、やっぱりそれがごめんなさいで花を手向けに、あの時に声かけられる、いや不可能だと分かってるんですよ。自分でも気色悪かったって本人も言ってましたし、気持ち悪かったし、なんせ本当に幽霊しか見えなかったらしいんですよ。ちょっと笑っちゃったぐらいで。なんですけど、あの時声をかければもしかしたらどうにかなったのかな、そういう未来もあったのかしらと思うと、なんともやりきれない気持ちになって花を手向けに行ったりとか、お墓参りしに行ったって言ってました。いやあと本当にもう子供がまたかわいそうですね。そうなんですよね。で実際僕も一緒にその後ですけどお墓参りは行きましたけど、やっぱりなんかやりきれないというか、僕も子供欲しいなと思って妊活してるんですよ、奥さんと。そうだからやっぱこういう話ってすっごい胸にくるというか、なんか助けて、いや僕は無理ですけど、なんか助けてあげられる未来があったんじゃないかなと思って、やっぱり悔やむその人の気持ちも分かりますし、何もできなかったっていう気持ちも分かりますしっていう。いやちょっと本当にこの見てから見たっていうね、何を表してんだろうかっていうところがまさかね、そういうことだったとかって、彼曰くなんか自分を通してその
自分の旦那に言ってんじゃないかなって言ってました。その男なんか男自体を憎んでてみたいなってなるほど。言ってましたね。そうですよね。そんなことをね、本当に良くないけどしてしまった理由っていうのはやっぱりね、そのそうだから不倫をしてた旦那。復讐の気持ちもあるし、だから自分を通して旦那を見てて、旦那に復讐するつもりで俺に見てたんだろうって思うと辛いしきついなっていう。